はい、こんにちは。今回は横断歩道の直前で自転車にまたがったまま、横断歩道により道路を横断しようとしている自転車は、道路交通法上の38条1項の歩行者等となるのかという話をしたいと思います。よくコメントで、自転車にまたがったまま待っている自転車は軽車両扱いなので譲る必要はないです。とコメントしてくる人がいますが、大抵は警察に聞いたらそう返答があったという内容なのですが、それは警察に聞いたらそういう回答になりますよという話をしたいと思います。私はただの一般ドライバーですので、一般ドライバーだからこそ言える道路交通法の線引きの話です。曖昧だからと言い訳せずとも、はっきりと線引きできてすっきりしますよという話なのですが、なかなかそう簡単にはすっきりいかない人が多いようですね。道路交通法では、横断歩道により道路を横断しようとする歩行者と自転車を歩行者等とし、横断歩道を通過しようとする車両は、その横断歩道に接近する際には、いつでも止まれる速度まで減速し、実際に横断しようとする歩行者等がいたら、横断歩道の直前で停止し、かつその通行を妨げてはいけないという決まりがあります。それで自転車に片足をついてまたがっているものはどうなのかと、大元の解説を正しく言いますと、話の元となっている書籍は、前にも動画で紹介していますが、東京法令出版の執務資料道路交通法解説に書いてある内容になると思いますが、そこには横断歩道を横断しようとしているのかわからない自転車に乗って片足をついて停止している場合は、引き続き運転進行する意思が明らかであろうという解説になっています。ここで重要なのは、横断歩道を横断しようとするのかどうかわからない場合であるということですね。横断歩道を横断しようとする意思が明らかである場合は、また話は別ということです。それは当たり前の話で、横断歩道を横断しないのであれば、道交法17条に従い、左折進行して道路外から車道に入って、車道の左側端を運転していく自転車か、もしくは引き続き道交法63条の4に従い、歩道を通行してどっか行ってしまう自転車ということです。自転車は原則軽車両ですから、車道通行が原則であり、歩道は例外ですが、通行が認められていますからね。片足をついてまたがっているかどうか以前に、横断歩道を横断する意思があるのかないのかが道路交通法上の線引きですからね。38条1項では、横断している、または横断しようとする者がいたら、とはっきり書いてありますから、横断しようとする意思が重要なんです。最近歩行者にも手を挙げて横断意思を示しましょうという方針が復活していますから、横断意思が重要というのが再認識されているようですね。とは言っても、横断しようとする歩行者と自転車本人から言わせると、横断しようとする意思があるかどうか、自分の頭の中のことですから 100% の確率でどっちなのか言えますが、車両の運転者にとっては赤の他人が横断しようとする意思があるかないかなんて憶測で推測するしかありませんからね。そうするとそこは自動車運転者の基本的考え方である横断しないだろう運転か横断するかもしれない運転。どっちなのかで言うと、後者の横断するかもしれない運転が正解となりますからね。ところが、取り締まりをしている警察官からすると逆になり、横断するだろうや、横断するかもしれないのどちらででも違反切符を切るわけにはいきませんからね。歩行者の場合は、横断歩道を横断していたら即横断する意思のあるもの確定ですが、自転車の場合は横断歩道を横断しているように見えても、途中で左折や右折して車道に入る自転車だったら違反切符を切れませんからね。それなら歩行者に的を絞って取り締まるわという話ですから、
歩行者ですら全国平均で7割の車が守れていませんから、入れ食い状態のところをわざわざ自転車がきっちり横断歩道を渡りきるかどうか兼任している場合じゃないということじゃないでしょうか。警察の取り締まり基準と一般の車両運転者の交通ルールは別ということですね。今年の春に施行されるであろう改正道路交通法では、新たな電動モビリティの規定が新設されますからね。今まで自転車といえば 100% 人力自転車か電動アシスト自転車しかなかったところに 100% 電動で時速20キロ以下で走る自転車とサイズ形が同じでもいい軽車両が特定原付として登場しますから、しかも時速 6km 以下のモードなら一部の歩道も通行でき、さらにサイズが小型のものは移動用小型車となり、通行させているものは歩行者となりますからね。しかもランプの状態で車道通行の意思ありか、歩道通行の意思ありか、誰が見ても一目瞭然となりますから、自転車のようなものにまたがっているかどうかは関係なく、横断歩道を歩道から横断しようとする者が歩行者等と考えないと、新時代の道路交通法は語れなくなりますよ。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。